今回のテーマは、右手の押さえですね。刀を抜く時、収める時に右手の押さえというのが必要になってきます。で、抜く時にいきなり抜いてしまうと、この辺の握るということはもう肘が上がりますので窮屈になりますから、恋口から切っ先が抜け切るまではなるべく手を添えておくような形ですよね。スッと基本的には握らない、その離れの瞬間に握っていくということになると思うんですが、刀を収める時ですね。収める時に塚を握ったままですと平にしてこうやって収める時にここしかいかない、横に納刀する時にね。ですから初心者の方、初めて納刀を、行う方の収め方というのは大体これ以上いかないもんですから、上に上げてこういうふうに入れていく、そうなる方が多いと思います。でそれを防ぐには右手の押さえが大事になってきます。この押さえがですね、スッとこの時に、どこで押さえをかけるかと言いますと、ここで押さえをかけるんではなくて、スッと手首によって剣先をこちらにスッと上げたその瞬間にスッとこちらにポンと上げながら、また逆にスッとこっちに手首の操作なんですね。で手首を、ポンと跳ね上げて、またこちらにスッと曲げていく。その時にこの3本、中指、薬指、小指を3本を伸ばしてですね、パッとこのように押さえをかけます。これが一番無理がなくできると思いますので、形はこのようになります。はい、大事なところはこの中指、薬指の第二関節ですね。ここが伸ばしても塚の上に乗っていることで、小指のこの先端部はちょっとこの端の方でここにかかっているような、こういう感じになります。そうするとこのような長い刀でも保持できるんですね。ここまで、これ握ってやりますと逆に前腕部のこの辺りの筋肉が押さえよりも使われる感じがあって疲れるんですね。これは押さえというのは右手で刀の端の方を持ってますから、塚っていうのはセンターにありませんからね、端の方を持ってますから、どうしてもやっぱりここが中心になればこの長い部分が重さによって落ちていこうとしていきます。そうすると逆に塚頭の方が上に上がってくるものですから、それをこの3本の指で上から蓋をしておくと、押さえておくということですね。これが押さえの意味となります。そしてこの押さえができるようになれば、そのまま真横へ刀をスッと入れていく、そして入れていきます。はい。でもう一つポイントは、押さえをかけて右に持っていきます。そこからそのまま持ってきますと肘が体から遠ざかっていきますが、腰が引けてこのような形になります。このような形ね。それを防ぐためには一旦真横にスッと肩甲骨を寄せるようにして持っていくんですが、そこから少し上に上げるんですよね。上に上げながら下ろしていくと。ですからこの塚頭の軌道というのは、ここからこう上がり、スッとこういう円の動きになるわけですね。スッとこれも円にはなってますが、もう何と言いますか、こう上に上がって落ちてくる、こういう円の軌道になってますので、ここから横に行き上に上がりながら落ちていくと。はい、これが横向きにした際のノートで、縦に収める場合も場合によってはありますので、スッとここでも押さえをかけてます。同じです、形はここ。そしてそのまま収めていきます。これ押さえをかけずに握ったままですと、これ以上塚をここに持っていくことはできませんので、こう鞘に沿うような角度での納刀が難しいと思います。こうなりますと、やはりここから横にもっとこうならざるを得ないですよね。またその押さえができない場合は左手の人差し指とかで支えて、こういうふうに右手を抜いて持っていく人もいるかもしれません。ですがやはりその刀身部になるべく指を
指先を当てたくない、切ってしまう可能性もあるし、手の油をあまり極力つけたくないということで、この辺に峰のあたりをスッと触れさせるぐらい最低限のところに収めておきたいところですね。ですから縦納刀もスッとここから横に握りをね押さえにかけて、そこから鞘の角度に沿うようにまっすぐ持っていくときれいに収めることができるかと思います。はい、これが順手の場合で、次に逆手の場合の押さえのかけ方です。逆手の場合は例えば正眼から右手を逆手に持ち替えて押さえに入る。この時の押さえは右手の親指になります。これが上がってこようとするのは右手の親指になる。これがポイントですね。これを親指をずらさずに逆手に持ち替えたこのままの握りで収めると、手首が少し内側に巻き込んだ形になって、手の内により肩の詰まりが生じるんですね。右肩の詰まりが生じてしまう。こうなる、でこれを防ぐには右手の親指を柄のこの上のこの辺りに沿わせるように持っていく。そうするとこれが面白いことに、親指をここにスッと持っていくことで残りの4本の指が自動的に最適な位置にずれるんですよね。スッと。これは自分でやろうと思わなくても、親指がここに沿うようにすれば他の手の内が自動的にそのようにちょうどいい角度というか手の内の形になるんですね。ここでスッと持っていくとね、ここが、そうすることによってこの手の内が決まりますので、手首の巻き込みが出ない、肩の詰まりが生じない、そこからスッと収めていくことができます。はい、これが逆手の納刀における右手親指の大事です。いいですか。順手の場合はこの右手3本の大事、右手、中指、薬指、小指3本の大事。逆手の場合は右手親指の大事ですね。それともう一つ、逆手の回し納刀、逆手回し納刀というのがあります。パッと持ち替えて逆手から収める場合、この時も右手の親指がこの状態で握ったままですと、こう峰の方が上になってくる場合が多いです。何度やっても刃が上になりにくい。それはおそらく手の内が、握った状態になったままだと思うんですよね。これをスッと変えていく、ここに沿わせるように変えていくことで、スッとここですね、手首の巻き込みが、消え、刃が上に自動的になるんですよね。これは自動的と言っても間違いではないと思いますが、自動的に刃が上になる。ここで刃を下にした、そこから、振り上げて回していきます。その最中に親指をここにかけるようにいたします。ここですね。こっちの方が分かるかな。ここ手元いい、こうしてここでこのようにずれていくんですね。こういう形になるわけですね。はい、親指がスッと動くことでこの4指がスッと動いていくと。それによって、この形ができるようになると。右手親指の大事。はい、あとはそれをバット率の貝突きという技があるんですが、その時にも押さえが効いてますので、バットをしてスッとね、ここでこう入った時に、この時に押さえが効いてます。でこのノートはもうこの手の内は先ほど最初にやった順手の納刀時の押さえとほぼ同じです。この押さえと押さえ一緒ですので。それを踏まえて特に初心者の方は稽古されるとよろしいかと思います。はい、では今回は以上で実技指導を終わりたいと思います。